皆さんこんにちは。私たちは去年の12月上旬クリスマスシーズンにフィンランドに新婚旅行に行ってきました。その動画が3つすでに上がっているので、よかったらぜひそちらも見てください。で、今日は私たちが新婚旅行の行き先にフィンランドを選んだ理由を7つ挙げてみたので紹介したいと思います。ではまず1つ目、治安がいい。世界では日本は治安がいいって言われているので、その日本と比べるとランキングの順位がどうかというのは別ですが、世界の中でフィンランドも比較的治安がいい国として知られています。付き合っていた時も海外旅行は行きたかったんですが、コロナ禍でずっと行けなかったので、今回が2人で初めて行く海外旅行になりました。そして夫は海外旅行自体が人生で初めてということで、海外の中でもまだ治安がいい国に行きたいという思いがありました。治安がいい国に行きたいっていうのがまず1つ目です。じゃあ次、2つ目はチップがないです。アメリカとかはチップがあると聞きますが、フィンランドは比較的チップの習慣がないというふうに言われていることが多いです。チップのそういう文化に慣れてないので、チップがあるのはそれはそれでいいと思うんですけど、私たちの場合喧嘩もよくするので、新婚旅行先でチップをいくらにするとか、どのタイミングで渡したらいいとか、お互い不慣れな中でいちいち揉めたりすることもなかったので、チップの習慣があまりないと言われているフィンランドを選んでよかったなと思っています。では3つ目、これは時期が大きく関係するんですけど、オーロラを見てみたかったです。結論から言うと、Vlog にもある通り、冬でちょっと天気が良くなかったのもあってオーロラを見ることはできなかったんですけど、見れるようなすごい空気が綺麗な田舎の方まで行って、目の前が湖が凍ったところで空を見上げて、ホットワインなんかを飲んだりソーセージを焼いたりしながら過ごすっていうのはなかなかできない体験だったので、見に行こうとしてよかったなと思っています。でも一度北極圏の方まで行って見れなかったっていうのはちょっと悔しかったので、リベンジしたいなと思っています。オーロラは冬っていうイメージがある方も多いと思うんですが、実は冬よりも天気が安定している秋とか春の方が見れる確率が高いっていうのをちらっと聞いたので、次は秋か春を狙ってリベンジしたいと思っています。次、4つ目は北欧デザインがとても好きだったからです。これは夫が興味があるというよりは、私が北欧デザインが大好きなんですけど、マリメッコ、イッタラ、アラビア、フィンレイソンなんかは全部フィンランドで生まれたもので、その本場に行ってみたかったっていうのがもちろん大きいんですけど、実際行ってみるとどのカフェに入っても、ホテルのフロントだったりお部屋どこを見てもデザインがすごく洗練されていて、絵になるというかおしゃれな空間が広がっていました。日本でもやっぱり北欧デザインっていうのは流行っているので、興味がある方も多いんじゃないかと思います。どこを写真に撮ってもおしゃれだったので、実際に行けたことはすごく良かったと思います。次、5つ目は幸福度世界一ってフィンランド言われてるんですけど、そんな国はどんな国なのかっていう単純に興味があったからです。行ってみてどうだったか、勤勉な国と言われる日本と比べて違うなと思ったのは、なんか人がゆったり、流れがゆったりとしているなと思いました。フィンランドって冬がすごく長くて日照時間も短くて、なかなか厳しい環境だとは思うんですけど、お店の店員さんと話した時に、フィンランドの冬は寒くて長くて、だけど空気がすごい綺麗で、サラサラの雪が積もってて地面がキラキラしてて、私はそんな冬が大好きなんだっていう風に言っていて、愛国心をすごく感じました。それがすごいキラキラした笑顔でそういう風に言ってたのもあって、いいなと素直に思ったのを覚えています。フィンランドは消費税が 24%、 世界一っていう風に言われていて、カフェもやっぱり1000円2000円ぐらいちょっと割高だなと思うことはあったんですが、お店で買い物するときは免税できる場所ではしてもらっていました。6つ目はクリスマスが大好きだからです。
フィンランドには北極圏のロバニエミという都市にサンタクロース村があって、そこは一年中キラキラクリスマス気分みたいな場所があるんですけど、私はクリスマスシーズンイルミネーションがキラキラしてる感じがすごく好きだったので、フィンランドに行ってサンタクロースの本場の雰囲気を知りたいなってずっと興味があったのと、クリスマスマーケットもたくさんあって日本とは違う雰囲気で行ってよかったなと思います。ただ一つ、クリスマスシーズンにフィンランドに行きたいなと思う方に注意した方がいいなと思うのは、クリスマス当日12月25あたりはフィンランドではどの店も閉まっていて、家で家族で過ごすっていう文化があるみたいです。なのでクリスマス当日に合わせてフィンランドに行ってもどの店もやってなくてという状況になってしまうようなので、ぜひ12月上旬から中旬あたりに行くことをおすすめします。フィンランドのクリスマスは日本でいうお正月みたいな感じだってどこかのガイドブックに書いてありました。最後7つ目は、定番すぎる定番が嫌だった。これは、私がこういうせっかく新婚旅行っていう一回きりの機会でどこに行くってなった時に定番じゃないところに行きたい。今回私たちツアーで行ったんですけど、他にも何組か新婚旅行の方がいて、最近サウナが流行ったりとか北欧デザイン人気が高まってきたりして、実は気になっていたんだっていう方もきっといると思うので、フィンランドおすすめです以上が私たちが新婚旅行にフィンランドを選んだ理由でした。全然参考になる自信はないんですが、新婚旅行や次海外旅行どこ行こうかなと考えている方にとって参考になるものがあれば嬉しいです。ではまたね。 Yeah, this year Santa Claus is coming home to me. ただでさえ寒い時期にさらに寒い国に行くという選択をしました。寒いのがあんまり得意じゃない方なんかは夏に行くのがいいんじゃないかなと思います。夏だと極夜の反対白夜が時期にもよりますが、夜10時くらいまで明るいんじゃないかなと、また日本では経験できないような楽しいんじゃないかなと思います。次行く時は冬のフィンランドも素敵でしたが、せっかくなので春夏秋のどこかに行きたいなと思いました。